今回遊ぶゲームはインデックスルールを使用した750ポイント戦。ミッションについては、この紬スペシャルミッションデッキを使おう。750ポイントっていうのは、ユニットごとにポイントが決まっていて、その合計が750以下になるように編成するっていうルールよね。出来上がったものを確かロスターって言うんですよね。ミッションデッキっていうのは聞いたことないんだけど、どんな遊び方なのかしら？ミッションデッキっていうのは、ゲームの勝利条件とかをランダムで決めてくれるカードデッキで、これを使って遊ぶマッチプレイは、オーハンマ 40K では最も人気のあるレギュレーションの一つだよ。現在公式で発売されてるミッションデッキは、1000ポイント戦と2000ポイント戦に対応してるよ。でもこれは今回使えないのよね。ボードのサイズが足りないのと、何よりこのチャンネルでは無料で公開された情報だけで動画を制作するから、私のオリジナルミッションで遊んでもらうよ。まずは初期配置、主要任務、ミッションルールのカードをオープン。なるほど。初期配置デッキをめくると初期配置が決まって、主要任務デッキをめくると主要任務が決まるんですね。主要任務って大体目標を確保したら VP だけど、ミッションデッキを使うとランダムで結構変わってくるわね。ミッションルールをめくると、そのゲーム固有の特殊ルールが決まるんですね。今回は配置が終わった後に100ポイント以下のユニット1つを戦略的予備戦力にできるのね。確かにこの辺りを毎回決めるのは面倒ですから、カードデッキが勝手に決めてくれるのは便利ですね。次は2人に課される副次目標を決めるよ。2人ともこの副次目標デッキからこのマークがついた好きなカードを2枚選んでね。それが追加の VP 獲得手段になるんですね。私は敵軍初期配置エリアへの侵入と敵軍大型ユニットの撃破にしましょう。私は敵陣側と自陣側廃墟1つずつにユニットを侵入させるのと、1ユニット10体以上の敵撃破にします。予備戦力ユニットについてはコンパトと同じで、1ラウンド目配置不可能。ラウンド3終了時に配置してなかったら全滅扱いなんだけど、予備戦力や戦略的予備戦力は自軍ユニットやポイント数の半分以下にしないといけないから注意してね。あとはいつも通り5ラウンドが終わった時点で VT の多い方が勝利。次はお互いのロスター紹介。私の使うアーミーはティラニット。外宇宙から天の川銀河を侵略しに来たエイリアンの軍勢よ。ウォーロードにはスウォームロード様。あまたの歴史的な戦いで指揮を執った伝説的英雄よ。ゲーム的には白兵寄りの近距離戦ユニットで、自軍ターンに追加の 1CP を獲得する能力と、近距離の敵が使う策略のコストを 1CP 増やす能力を持ってるわ。戦闘からサポートまで何でもこなす万能型って感じですね。これは厄介そうです。ターマガントちゃんは低コストだけど目標の取り合いに強いから、広域に展開して圧力をかけるのに便利で、バーブゴーントちゃんは逮捕兵の中距離射撃武器を装備していて、コストも安いから自陣のお留守番役にぴったりね。フォンダイアンズリーパーちゃんは初期配置エリア外における能力を持った高機動の白兵ユニット。お次はゾアンスロープちゃん。強力なサイキック攻撃を行う中距離射撃ユニットで、対エリートと対大型で高い火力を発揮してくれるわ。そして最後がサイコファージちゃん。直近のバランスデータスレートで能力がかなり変わって、移動力と白兵攻撃力がすごく強化されて、味方に防御バフを付与する能力が代わりに攻撃バフになったのよ。コンパトからはだいぶ強化されてますね。次は私のアーミー紹介ですね。私のアーミーはリーグオブボータン。古代の超 AI を信奉するクローン種族の聖艦連合です。ウォーロードはアインヒルチャンピオンで、彼にはアインヒルハースガードを指揮してもらいます。彼らは強力長い骨格装甲服に身を包んだボータン最精鋭の部隊で、強力な射撃武器と白兵武器で武装した万能型のユニットです。ブロキール・サンダーキンは強力な射撃武器を装備したエリート歩兵で、対ビークルや多人数編成に有効な中距離射撃を行えます。2ダメージあるから対エリートもこなせるし、一見変則的に見えるけどかなり広範囲な相手に刺さるユニットね。ただ射程がちょっと短いのとタイモンスターが苦手で、メタンさんの主力がモンスターなのが問題ですね。ハースキンウォリアーはボータンの一般的な歩兵で、コンパトでもあった確保維持能力を通常のゲームでも使えます。ヘルンキンパイオニアは高機動の石膏部隊で、戦場は死にいる時に戦略的予備戦力になれる能力を持ってます。高機動のユニットが戦場端から別の戦場端に移動できるわけだから、かなりの移動範囲をカバーできそうね。足の遅いボータンにとっては非常にありがたいユニットです。次はサジタウル。兵員輸送の能力を持った車両です。
兵員輸送、初めて聞く能力ね。自身の周囲にいるユニットを乗車させることができて、乗車させたユニットはゲームボードから取り除かれて、乗車した次のターンからその兵員輸送の移動前か移動後に周囲に配置することができます。兵員輸送の移動前に降車すればそのターン中の移動と攻撃ができて、移動後に降車すると射撃はできるけど移動と突撃はできないのね。ちなみに兵員輸送が全力移動をした場合、乗車中のユニットは降車できませんが、サジタウルならアビリティの効果で降車して射撃ができるようになります。足の遅いユニットを高い移動力で輸送できるし、乗車中は敵に攻撃されないのも強そうね。まあ乗車中の兵員輸送が撃破されたら大変なことになったりしますがね。輸送できるユニットはデータシートに記載されてて、今回のロスターの場合、カールとハースキンウォリアーを6体まで輸送できます。兵員輸送はこのタイミングで誰かを乗車させないといけないので、ハースキンウォリアーを乗車させますね。あれ、サジタウルは6体までしか輸送できないけど、ハースキンウォリアーは10対1ユニットだから兵数が引っかかって乗車できないんじゃないの？ご安心を。このタイミングでハースキンウォリアーを乗車させるときは5体ずつの2ユニットに分割して乗車させることができます。サジタウルに乗せなかった5体の方には指揮官のカールを合流させます。車線の通る敵への審判トークン付与能力と攻撃へのバフ能力を持った優秀なユニットです。お互いのロスター紹介が終わったので、次は配置フェーズですね。今回は私が防衛側だから配置は私からね。配置フェーズの前に私はハースガード部隊をアビリティ、重心攻撃の効果で予備戦力に置きます。可変のパイプ裏にターマガントちゃんを配置するわ。おやおや、そのターマガントを撃破されると私は副次目標を達成して VP を獲得できますが、そんな前線に配置して大丈夫ですか？気軽に投げ捨てられないターマガントちゃんなんて1ポイントの価値もないわ。攻撃を吸ってくれるなら 1VP なんて安いものよ。そういうことでしたらヘルンキンパイオニアを右下隅に配置、お望み通り殲滅してあげましょう。フォンライアンズリーパーちゃんの配置はアビリティ、浸透戦術の効果で左上廃墟の壁裏に配置するわ。相手の車線は通ってないし、先手を取れれば右上廃墟の敵に突撃を狙える絶好のスポットよ。私のユニットで白兵戦に対応できるのは予備戦力のハースガード部隊だけだから、その位置のフォンライアンズリーパーは咎められないんですよね。とはいえ無視して上辺の目標2つを取られるのは論外です。サンダーキンを右上廃墟に配置して相手の突貫を阻止しましょう。それならゾアンスロープちゃんは左下廃墟に配置。ゾアンスロープちゃんの射程は 24MV、 キリタンの主力の射程は 18MV の移動力は 5MV だから、射程外から車線を通してキリタンの前進を牽制するわ。射撃戦でしたらこちらも負けませんよ。サジタウルを右上に配置。この位置からなら射程 36MV のミサイルでゾアンスロープを狙撃できます。サジタウルの位置がそこで確定するなら、サイコファージちゃんは可変ターマガントちゃんの真後ろに配置。右下の廃墟で車線が切れるからサジタウルには撃たれないわ。もう1ユニットのサンダーキンは右下に配置。サイコファージの可変突破を許すわけにはいきません。バーブゴーントちゃんは左上廃墟の後ろに隠すわ。それならカール部隊は右上廃墟内に隠しましょう。バーブゴーントの射撃はハースキンウォリアーに対して火力が出ますから、車線に出てしまうのは面白くありません。私の部隊はこれで配置終了です。それじゃあ私の残った部隊を配置するわね。ターマガンとちゃんとスウォームロード様は左下へ配置。キリタンの戦力はバランスよく配置されてるから、こちらは可変に戦力を集中して突破を狙わせてもらいましょう。もう1ユニットのフォンライアンズリーパーちゃんは左上廃墟に隠して戦場中央に圧力をかけるわ。そしてここで今回のミッションルールが発動。キリタンから順に自分の100ポイント以下のユニット1つを戦略的予備戦力に送ることができるよ。確かゲームボードから取り除かれてラウンド2以降に条件を満たした戦場の端に置けるっていうルールですよね。それでしたらカール部隊を戦略的予備戦力に送りましょう。上辺の戦線を突破されるリスクより増援配置で敵を通打するメリットの方が勝りそうです。私はゾアンスロープちゃんを戦略的予備戦力へ。
敵陣に送り込めば副次目標を達成しながら敵主力に打撃を与えられそうだわ。そして先行後攻を決めるダイスロール、私の先行ね。ではバトルの開始時にボータンのアーミールール父祖の目の効果が発動。スウォームロードとサイコファージにも審判トークン2個を付与します。審判トークンって確かボータンのユニットを撃破したユニットに1個ついてるやつに攻撃するとき強力なバフを得られるっていうやつよね。その通りです。味方が倒された時限定の強力なバフをこんな雑にばらまかないでよ。さらにデタッチメントルール制約弾の能力無慈悲な効率性が発動します。この効果によりメタンさんのユニットを1つ、今回はフォン・ライアンズ・リーパーを指定して審判トークン2つを付与します。さらに無慈悲な効率性で指定したユニットを撃破した場合、私はその次の指揮フェーズでボーナスの CP を獲得できます。そしてメタンさんのターン開始前にサジタウルのアビリティ石膏を発動。フォン・ライアンズ・リーパーから突撃されない距離までバックします。ヘルンキン・パイオニアも石膏を持ってますが、わざわざ敵に近づいて突撃の成功率を上げてやる必要もないので動かないでいいでしょう。Round 1. 第1ラウンドの開始時に私もデタッチメントルール進行艦隊の能力急速適用を発動するわ。3つの能力のうち選んだ1個のバフを受ける能力で、今回は歩兵への攻撃にバフを受ける群生本能を発動するわ。なるほど。対歩兵、対大型、対指揮官の3つから選べるんですね。なかなか便利そうなデタッチメントです。それじゃあ改めて私のターンで指揮フェーズにお互い 1CP 獲得、さらにスウォームロード様のアビリティ分尊指揮個体の効果で追加の 1CP を獲得するわ。指揮フェーズが終わって移動フェーズ、審判トークンがつかなかった方のフォン・ライアンズ・リーパーちゃんは左上廃墟に向けて前進、上辺目標を確保しつつサンダーキンへの突撃を狙うわ。バーブ・ボーンとちゃんと審判トークンがついたフォン・ライアンズ・リーパーちゃんは自陣側全域に3回、次のラウンドに来る敵増援に備えるわ。ターマガントちゃんにユニットは全力移動、サイコファージちゃん、スウォームロード様も全力移動して下辺の前線に展開、敵戦力の手薄なうちに突破を狙いましょう。さすがに戦力を上辺と予備戦力に振った隙を見逃してくれるほど甘くはありませんね。右下には警戒射撃の命中率にバフがかかるサンダーキンがいるからサイコファージを射撃したいところですが、廃墟が邪魔で車線が通りません。移動が終わって射撃フェーズ、アサルト武器を持ったターマガントちゃんの射撃は全部外れて次は突撃フェーズね。上辺のフォン・ライアンズ・リーパーちゃんね。右上廃墟のサンダーキンに突撃したいけど目標値が10になっちゃうのよね。前やって損することもないから一応振っておきましょう。デメは 12？ やばいやばい。待ってください、それは聞いてません。サンダーキンに突撃成功。突撃が終わって白兵フェーズ、接敵移動で隊形を整えてフォン・ライアンズ・リーパーちゃんでサンダーキンに攻撃よ。策略対中装降伏を発動します。フォン・ライアンズ・リーパーの攻撃にデバフです。攻撃回数は18回で成功は4個。セービングに全部成功してノーダメージです。反撃の白兵は攻撃回数6の全部失敗。ダメージを受けなかったのは頂上ですが、こいつに対処するために可変の対応が後手に回るのが問題です。フォン・ライアンズ・リーパーちゃんがキリタンの初期配置エリアに入ったからターン終了時に副次目標達成で 3VP 獲得するわ。私のターン指揮フェーズでお互い 1CP 獲得して移動フェーズへ。可変はメタンさんの主力が進軍してるので早急に対処したいところですが、それよりも右上のフォン・ライアンズ・リーパーを対処しなければ VP を稼がれながら射撃部隊を拘束されてしまいます。まずは可変の物量を押し返せそうにないのでサジタウルは右上廃墟の裏に後退させます。乗車したハースキンウォリアーは中央目標の確保役に使いたいのでこのターンは乗車したままにしておきましょう。パイオニアはコンテナに移動して右上のサンダーキンは廃墟の外に退却。フォン・ライアンズ・リーパーに車線を通します。サンダーキンは退却直後に策略退却命令を発動。この策略の効果により退却したサンダーキンも射撃に参加できます。
フォン・ライアンズ・リーパーへの対処はこんなもので良いでしょう。可変はサンダーキンを交代させてサイコファージに車線を通します。移動が終わって射撃フェーズ。右上のフォン・ライアンズ・リーパーに対してサンダーキンとパイオニア、サジタウルで射撃です。さすがに防御策略を使っても生き残れなさそうね。攻撃はそのまま受けるわ。攻撃回数は合わせて37回の9個成功です。セービングに8回失敗して全滅したわ。とはいえこの攻撃のためにキリタンの主力は右上に偏ったから十分いい仕事をしてくれたわ。右下のサンダーキンはサイコファージを射撃します。攻撃回数は3体合わせて 3D6 で4回。めちゃくちゃ下触れてるわね。成功は2個です。セービングに1回失敗。サイコファージちゃんのアビリティ痛みを知らぬ者でダメージを軽減して1ダメージ被弾したわ。突撃はしないのでこれで私のターンは終了です。 Round 2. 私のターン。指揮フェーズでお互い 1CP 獲得。スウォームロード様のアビリティで追加の 1CP を獲得して自陣目標確保で 3VP、 中立目標確保で 5VP の合わせて 8VP 獲得よ。さてこのターンから重心攻撃持ちのハースガード部隊と戦略的予備戦力に置かれたカール部隊が置けるようになるのよね。確か重心攻撃のユニットは敵から離れた場所ならどこでも置けるけど、戦略的予備戦力のユニットは敵から離れた戦場の端に置かないといけなくて、しかも2ラウンド目だと敵の初期配置エリアには置けないんですよね。こちらの主力を叩かれる形で置かれたら最悪だけど、幸いこれらのユニットは 9MV 以内に敵がいる場所には配置できないから、配置するスペースを与えないように注意して移動しないと。指揮フェーズが終わって移動フェーズ。ワーブゴーンとちゃんは全力移動。できるだけ3回して自陣側の増援配置スペースを封じるわ。右下廃墟らのターマガンとちゃんも全力移動。上辺と下辺の目標を確保しつつ増援の配置スペースを封じるけど、警戒射撃はあるかしら。目標に絡んでる柔らかいユニットなので打ちたくはありますが、この虎の子の CP は右下の攻防かハースガードの即応投入に使いたいので、ここはスルーしましょう。それじゃあ下辺のターマガンとちゃんは通常移動。右下廃墟に入って目標を確保するわ。どうやら即応投入を使っての奇襲はケアされそうですね。やむを得ません。ここで策略警戒射撃を発動します。右下のサンダーキンで今移動したターマガントに射撃。サンダーキンは自身のアビリティ制約弾の援護射撃で警戒射撃の命中率がアップします。攻撃回数は16の成功は6つです。セービングに全部失敗して6体撃破されてしまったわ。よしよし、やりました。想定以上のダメージを受けてしまったわね。まあ仕方ないわ。気を取り直してサイコファージちゃんは可変ルートから前進してキリタンの部隊の側面をつくわ。直近の修正でバフされた移動力が効いてますね。可変の突破を許してしまいました。スウォームロード様は可変目標を踏みながら右下廃墟の裏に前進。廃墟で車線を切って次のターンに備えるわ。そして移動の後の増援ステップで戦略的予備戦力のゾアンスロープちゃんを可変隅に配置。右下のサンダーキンに車線を通すわ。次は射撃フェーズね。ゾアンスロープちゃんで右下のサンダーキンに射撃。攻撃回数3回のデメがひどい。仕方がないからここはリロール命令。1個は成功したわ。セービングは失敗です。ただ被弾は1発ですが単発のダメージが大きいので一体撃破されてしまいました。サイコファージちゃんも射撃したけどこっちは無傷でしのぎました。ただダメージは通らなくてもサイコファージちゃんの射撃がヒットしたことでアビリティ生体刺激剤注入が発動するわ。このターンサンダーキンに対する白兵攻撃にバフがかかるわよ。本命はそっちの効果ですか。ターマガントちゃんの射撃は全部外れて次は突撃フェーズ。ターマガントちゃんはパイオニア、サイコファージちゃんはサンダーキンに突撃してデメが怪しかったけどどっちもギリギリで成功。完全に押し込まれてしまいましたね。苦手な白兵戦を強いられてるのもまずいですし、メタンさんの副次目標を達成されてるのもまずいです。次は白兵フェーズでサイコファージちゃんはサンダーキンに攻撃。ここで策略アドレナリン紅葉を発動。 2CP もかかるけど強力なバフをサイコファージちゃんにかけるわ。さらに部隊数が減ってるサンダーキンを攻撃したことで
サイコファージちゃんのアビリティ強食発動。白兵攻撃にさらなるバフがかかるわ。こっちはもう CP がないから耐えてくれるのをお祈りするしかありません。攻撃回数は6で成功はおやおや、成功は3個。これじゃあ全部当たってもサンダーキンを倒しきれないわ。仕方がないからリロール命令したけど失敗。成功数変わらずよ。セービングは全部失敗しましたが一体残ってくれました。ターマガントちゃんの白兵は全部失敗してパイオニアの反撃は2回攻撃の2個成功です。セービングに1回失敗して1体で撃破されたわ。サンダーキンの白兵はさすがに全部外れました。パイオニアは再編移動できなさそうだから白兵戦はこれで終わりね。ターン終了時にターマガントちゃんが副次目標を達成してるからこれで 3VP 獲得よ。私のターン。指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。サンダーキンの戦闘ショックテストは成功です。さて、可変の突破を許してしまいましたが、増援を使えるのは私も同じこと。ここから反転攻勢を仕掛けます。サンダーキンは退却。サジタウルは前進してサイコファージに車線を通して、ここで乗車していたハースキンウォリアーを降車させます。ターマガントちゃんのアビリティ忍び寄る恐怖を発動したけど D6 の出目が 1MV だから特に何も起こらないわ。パイオニアも退却。さらに策略、退却命令を使って、このターンの攻撃を可能にします。右上廃墟のサンダーキンも中央に向けて前進しながら、サイコファージに車線を通します。そして移動が終わって増援ステップ。ハースガード部隊とカール部隊を右上に配置します。本当は敵陣への奇襲に使いたいところでしたが、メタンさんの布陣に増援を配置するスペースがありませんね。移動が終わって射撃フェーズ。パイオニアはショットガンでターマガントを、オートキャノンとロータリーキャノンでサイコファージを射撃します。ここでサイコファージちゃんのアビリティ煙幕の効果で策略煙幕を使用するわ。サイコファージちゃんに隠密能力を付与して射撃にデバフを与えつつ遮蔽物ボーナスも付与してセービングにバフを得られるわ。なるほど、強力な効果ですが、パイオニアの装備してるロールバーサーチライトの効果で隠密能力を持つ敵に対してバフを得られます。なんでそんなピンポイントなメタ装備積んでるのよ。攻撃回数合わせて15の成功は8個です。セービング失敗は2個で2ダメージ受けたわ。ショットガンの方はターマガントを1体撃破できましたね。降車した方のハースキンウォリアーはターマガントを射撃して、攻撃回数合わせて5回の成功は4個です。セービングは自動失敗で全滅したわ。カール部隊はサイコファージに射撃します。攻撃回数10の成功4個。セービングに3個失敗。痛みを知らぬもので軽減して1ダメージ被弾。よしよし、まだ耐えられそうね。おやおや、本命の攻撃が残ってるのに、そんなに喜んでよろしいのですか？サジタウルでサイコファージに射撃して、攻撃回数6回の成功0個。よしよしよし。本命の攻撃が全部外れるのは聞いてません。パイオニアとハースキンウォリアーはメタ装備があるからマシでしたが、サジタウルには煙幕の効果がしっかり効いてしまいました。次はハースガードの攻撃で、肩のグレネードとチャンピオンの射撃はターマガントに、プラズマガンはスウォームロードに射撃します。策略高速再生発動。スウォームロード様に痛みを知らぬものを付与するわ。さらにこの策略はシナプスユニットの近くにいると強化されて、スウォームロード様は自身がシナプスユニットだから当然そのボーナスを得られるわ。さすがに策略で守ってきますか。まあスウォームロードへの攻撃は多少でもダメージが入ればよしとしましょう。回数5回の3個成功です。セービングに全部成功。ノーダメは厳しいです。次はターマガント側ですね。攻撃回数は合わせて30の13個成功です。5体編成のユニットなのに凄まじい攻撃回数ね。セービングは9個失敗。だけど1体は残ってくれたわ。落としきりたかったですが、仕方ありません。右辺中央通路のサンダーキンは、1体は中央のターマガントを、2体は右下のサイコファージを射撃します。ターマガントへの攻撃は6回の、全部失敗です。サイコファージへの攻撃回数は 2D6 の、デメ12。さっきのターンの揺り戻しが来たわね。ただし成功は2個です。
セービングに1回失敗。痛みを知らぬものでダメージを軽減して1ダメージ受けたわ。射撃フェーズはこれで終了ですね。突撃フェーズに入ってハースガード、サジタウル、サンダーキンで中央のターマガントに突撃しましたが全員失敗です。右辺のターマガントちゃんはやられちゃったけど、サイコファージちゃんが健在で中央のターマガントちゃんも生き残ってくれたなら十分な状況ね。 Round 3. 私のターン。指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。スウォームロード様のアビリティで追加の 1CP を獲得して戦闘ショックテストの前に私は策略無尽蔵の大軍を発動。ターマガントちゃんの兵数を5体回復するわ。これで戦闘ショックテストが必要なユニットはいなくなって中央目標2つと自陣目標1つ確保で合わせて 13VP 獲得よ。セーフティーリードは取らせてもらったからこのターンはキリタンの足を奪うことに注力しましょう。指揮フェーズが終わって移動フェーズ。バーブボーンとちゃんは全力移動で可変目標を確保してゾアンスロープちゃんは前進してキリタンの部隊に車線を通すわ。サイコファージちゃんはちょっと車線の邪魔になってるから交代してスウォームロード様は上辺に向かってサジタウルへの突撃を狙うわよ。メタンさんの狙いは機動力の高いサジタウルとパイオニアですか？さらにスウォームロード様のアビリティ忌むべき存在の効果でスウォームロード様の周囲 12MV 以内にいる敵ユニットに使う策略はコストが 1CP アップするわ。周囲 12MV ってパイオニアと右下のサンダーキン以外全員入ってるんですけど。キリタンの CP は1だからこのターンは策略を使えないに等しいわね。ターマガントちゃんは北上してハースガードの進路を塞ぐわ。移動が終わって射撃フェーズ。ゾアンスロープちゃんはサンダーキンに射撃するわ。パイオニアは撃たなくてよろしいのですか？攻撃を受ける兵は防御側で決められるでしょう。突撃の的になってるコンテナに乗った子をどかされたくないからやめておくわ。攻撃回数5回の成功は1個だけね。セービングの出目は5と6以外失敗ですが成功。仕方ないわね。サイコファージちゃんでサンダーキンに射撃よ。回数2回で2個成功。セービングに1回失敗。前のターンの被弾と合わせて全滅しました。スウォームロード様の射撃はハースキーモリアーを対象にして攻撃回数9の6個成功。セービングに3個失敗して3体撃破されました。射撃が終わって突撃フェーズ。スウォームロード様はサンダーキンとサジタウルに突撃。しまった。指定した相手に接敵できるなら複数ユニット相手に突撃もできるんでしたね。突撃の出目は8で成功。アイロを大軍で進む軍を思い知りなさい。サイコファージちゃんはハースキンウォリアーとパイオニアに突撃。これも成功して次は白兵フェーズ。まずはスウォームロード様の白兵。攻撃回数8の2個成功。セービングは全部失敗しましたがなんとか生き残ってくれました。次はサイコファージちゃんの攻撃。アーミールールシナクスの効果でスウォームロード様の近くにいるから攻撃にバフがかかるわよ。攻撃回数6の3個成功。セービングに全部失敗して全滅です。こちらの反撃は全部失敗です。射撃ユニットなだけあって接敵されるとちゃんと脆いですね。悪兵戦はこれで終わり。サイコファージちゃんは敵軍初期配置エリアにいるから副次目標を達成して 3VP 獲得よ。私のターン。指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。サジタウルの戦闘ショックテストは成功して副次目標達成で 1VP 獲得です。とはいえ現状だと焼け石に水ですね。私がこのポイント差を逆転するためには目標を3つの確保とバーブゴーンとの可変目標確保を阻止しないといけません。移動フェーズ。まずサジタウルですが決死の脱出を行います。実は退却の時は敵をすり抜けて移動ができるのですがその代わりにすり抜けたら移動の前にダイスを振って1か2が出たら撃破されちゃうってやつでしょ。その通りです。ですが現状で可変の目標に絡めるのはこのサジタウルだけなのでやるしかありません。決死の脱出のダイスロールは成功です。スウォームロードを突破して可変目標の真上につけます。そして策略退却命令で退却したサジタウルを攻撃できるようにします。可変目標の確保力が私はバーブボーンとちゃん1体で1だけどサジタウルは1体で確保力3だから突撃に成功したらサジタウルが可変目標をダッシュできるというわけね。ハースガード部隊は右上廃墟に入ってカール部隊は上辺通路に移動して
ターマガントに車線を通します。パイオニアとサンダーキンは右下廃墟に向かって退却。目標を確保します。パイオニアは飛行があるから決死の脱出をしなくても敵をすり抜けられるのよね。警戒射撃はできるけどさすがに CP は防御に回した方が良さそうね。移動が終わって射撃フェーズ。サジタウルはスウォームロードに射撃です。策略は使わないわ。ここで防御策略を使ってくると思いましたが、意外ですね。まあ遠慮なく射撃させてもらいましょう。攻撃回数は6回の成功は3個です。セービングに1回失敗して2ダメージ受けたわ。もう少しダメージを与えたかったですが、仕方ありません。ハースキンウォリアーは車線が通ってる2体とカールでスウォームロードを、残りの3体はターマガントを射撃します。スウォームロードへの射撃は3回攻撃の3個成功。セービングに1回失敗して1ダメージ受けたわ。ターマガントへは8回攻撃の5個成功です。セービングは全部失敗して5体撃破されたわ。危ない危ない。あと1発で全滅するところでした。突撃で移動したいから射撃で全滅されると都合が悪いのよね。かといってターマガントを処理できないのはもっとまずいので、射撃をしないわけにもいきませんからね。ハースガード部隊はサイコファージに射撃です。ここで策略煙幕を発動。サイコファージちゃんに隠密能力と遮蔽物ボーナスを付与するわ。スウォームロードへの攻撃のガードを下げたのはサイコファージを生かすのが目的ですか？スウォームロード様とテハースガードの白兵は受けきれないでしょうから、それなら倒しきれるかがギリギリのサイコファージちゃんに策略を使わせてもらうわ。攻撃回数は25回の成功は5個。セービング失敗は2個。痛みを知らぬもので軽減して2ダメージ受けたわ。やられましたね。策略のせいでかなりの手数を損してしまいました。射撃が終わって突撃フェーズ。とりあえずサジタウルはバーブゴーントに、カール部隊はターマガントに突撃して成功。問題はハースガードの突撃ですが、ここはスウォームロードとターマガントに突撃しましょう。突撃は対象にしていないユニットの接敵範囲には入れないよ。今回のケースだとスウォームロードの裏に回ろうとするとターマガントの接敵範囲を通らなきゃいけないので、宣言を忘れると位置取りがめちゃくちゃ不便になるんですよね。目標値は4のデメは6で成功。そして突撃に成功したことでアインヒルチャンピオンのアビリティ質量投射加速器が発動します。突撃した相手ユニット1つを選択してランダムでダメージを与えます。今回は2点ですね。この2点ってそのまま受けるのよね。はい、致命的ダメージといってセービングを行えないダメージです。突撃が終わって白兵フェーズ。カール部隊でターマガントに攻撃して全滅させました。再編移動は接敵範囲に入れる敵がいないので、代わりに上辺目標の確保範囲内に移動します。ハースガード部隊は接敵移動で隊列を整えてスウォームロードに攻撃です。策略死の狂乱発動。この効果によりスウォームロード様は白兵戦で撃破された時反撃を行うことができるわ。スウォームロードをあっさりと差し出したのはそれが狙いでしたか？攻撃回数は14回の成功は6個です。セービングは4個失敗よ。それならダメージは合わせて13点ですね。余裕で撃破されたわ。ただし策略の効果で反撃はさせてもらうわよ。攻撃回数8回の3個成功。セービングに全部成功してノーダメージです。嘘でしょ？うおー、ハースガード最強。ハースガード最強。ハースガードも再編移動で上辺目標に移動して、サジタウルとバーブゴーンとの白兵はバーブゴーンとちゃんが多少被弾して接敵と再編移動で体型が変わる以外は特に何も起こらないわね。 Round 4. 私のターン。指揮フェーズにお互い 1CP 獲得。サイコファージちゃんは戦闘ショックテストに成功。最後に自陣目標確保で 3VP 獲得ね。このターン私が絶対にしなければいけないのは可変サジタウルの処理。そこさえクリアすれば勝勢だからきっちり勝ち切るわよ。移動フェーズに入って警戒射撃で事故るのが怖いからサイコファージちゃんとゾアンスロープちゃんは待機。フォンライアンズリーパーちゃんは左上廃墟の裏まで交代。目標を確保できないのは惜しいけどこの位置ならハースガードから絶対突撃されないから今は私が優勢だし安全策をとっておきましょう。
バーブゴーンとちゃんは退却。これで4体が確保範囲に入って可変目標は私が確保したから、サジタウルを撃ち漏らしたとしてもキリタンの VP 獲得は阻止できるわ。移動が終わって射撃フェーズ、ゾアンスロープちゃんでサジタウルに射撃よ。ここで策略、対中装甲服を発動。サジタウルへの攻撃にデバフをかけます。確率的に厳しいところですが、なんとか耐えてください。こっちも策略でカバーしたいところだけど、私のデタッチメントの策略で射撃にバフをかけられるものが何もないから、リロール命令でなんとかするしかないわ。攻撃回数3回の3個成功。セービングは2個成功です。ダメージはランダムで、サジタウルの傷は残り4だから D6 で3以上が出れば倒せるけど、6。これ以上撃てる手はありませんね。撃破されました。この後私が取れる VP は、次のターンに 9VP。5ラウンド目は20プラス副次目標 7VP までで、どんなに頑張っても 37VP にしかなりませんが、メタンさんは副次目標を2つ達成してるから、このターンの終了時に 6VP を獲得して、その時点で 39VP。逆転の目がなくなったので、ここで投了します。2人ともお疲れ様。いいゲームだったね。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルではウォーハンマーの対戦譜動画を毎週投稿していきますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。